形式と構築の静寂。セザンヌの作品花と果物におけるモダニズムの帯同。1880年頃に制作されたポール・セザンヌの花と果物は、彼の生物画の中でも構成性と色彩感覚がせめぎ合いながら融合する極めて重要な作品である。この作品は2025年、三菱1号館美術館にて開催される展覧会、ルノワール×セザンヌモダンを開いた二人の巨匠において、ルノワールの感覚主義的な生物画と対をなす形で展示される。そこでは、両者の絵画理念の根本的な差異、すなわち、感覚の連続体としてのルノワールに対して、構造と知覚の相互作用としてのセザンヌが鮮明に浮かび上がることになるだろう。この花と果物は、セザンヌが模索したモダニズム絵画の黎明を告げる重要な生物画であり、その画面においては、自然の再現ではなく、対象を絵画として組み立てることへの画家の意志が緊張感を持って現れている。本校では、この作品に内在する造形の論理、色彩と構成の関係、視覚と描写の間に生じる揺らぎ、さらにはルノワールとの比較を通じて見えてくるセザンヌ独自の芸術的姿勢について検討する。絵画の主体としての構築。セザンヌの芸術において、自然は模倣されるべき対象ではなく、円筒、九円錐を通して再構成されるべき形式的対象であるとされる。彼が晩年に残したとされるこの言葉は、まさに花と果物における造形的実験の革新を表している。本作では、花瓶に生けられた花々とテーブル上に配された果物たちが一つの場面として共存している。これらのモチーフは自然な配置というよりも画家の内的構成原理によって注意深く置かれている印象を受ける。花はその輪郭を持ちつつも色彩のリズムとして画面上部を飾り、果物は質量感を持って画面下部に沈み込み、双方が画面全体に安定した構図をもたらしている。画面の各要素は空間内にただあるのではなく、互いに力学的な関係を持ちながら画面上に配されている。セザンヌは絵画とは見ることではなく組み立てることであると認識していた。そしてこの花と果物はその思想を明確に体現している。絵筆による構成のリズム、色面の工作、対象の固有性の尊重と絵画的平面性との緊張関係。それらはすべて近代絵画における絵画の自立性の起源を示している。色彩と質量、セザンヌ的マチエールの内在力。本作の最大の魅力は、色彩とマチエールによって対象が描写されるだけでなく構築されることにある。果物や花の描写は写真のような明確さを持たず、輪郭は所々曖昧でありながら、そこに揺るぎない存在感を与えている。これはセザンヌ特有の筆色と色彩の組織化によるものである。果物の赤、橙、黄、そして花の白やピンク、さらには背景にわずかに差し込まれる青や緑の冷たい色調。それらの色彩は対象の表面をなぞるのではなく、その奥にある量感や構造をあぶり出すように画面上に置かれている。つまり、セザンヌは色を通じて形を作るのである。これは、印象派的な光の観察とは本質的に異なる態度であり、色そのものが空間を形成し、継承の骨格をなす。セザンヌの筆致は、分厚く、時に乾いた絵の具の層を重ねることで対象の存在感を際立たせる。それは即興的でも感覚的でもなく、むしろ建築家のように慎重に構築されたものである。果物の重さ、花の軽さ、陶器の冷たさ、これらの質感はすべて色と筆致のみによって表現されており、その統一されたマチエールの世界は見る者に触覚的な実在性を喚起する。空間の揺らぎと知覚の革新。花と果物においてとりわけ注目されるのは空間の再構成である。セザンヌは伝統的な遠近法を部分的に拒絶し、複数の視点を画面に取り込むことで新たな空間のあり方を提示している。テーブルの角度はやや不自然であり、果物の配置にはどこか重力を超えた浮遊感がある。花瓶もまた、完全には中央に据えられておらず、その底面と背景の関係には微妙なズレがある。こうした空間のズレや歪みは、
見るものの知覚を揺さぶり、絵画における空間の概念そのものを更新する。このような視覚の再構成は、後のキュビスムへの橋渡しとしても極めて重要である。ピカソやブラックがセザンヌに深く傾倒したのは、まさにこの空間の揺らぎ、すなわち、見えるものをそのまま再現するのではなく、見るという行為を画面に定着させるという試みが、20世紀の絵画における知覚の革命を予兆していたからである。ルノワールとの対比、美的感覚と構造的感性。本展覧会、ルノワール×セザンヌにおいて、花と果物が果たす役割は極めて大きい。ルノワールの花やチューリップが色彩の連なりによる官能的感覚の充溢を表現するものであるのに対し、セザンヌの花と果物は視覚の秩序化と造形的思考の結晶である。両者ともに自然を愛し、生物というジャンルに取り組みながら到達した表現は対照的である。ルノワールは色と光によって感じられるものを紡ぎ出したが、セザンヌは形と構成によって考えられるものを描いた。前者が感覚の詩人であるなら、後者は理性の建築家である。この違いは決して優劣を意味しない。むしろ近代絵画の多様な可能性がこの対比の中に凝縮されている。花と果物はそうした絵画史的意義を担う作品として静かにしかし強くその存在を主張している。自然の中にある永遠を求めて、セザンヌは自らの絵画を通じて自然の中にある永遠を探し続けた画家であった。写実でも印象でもなく対象を見つめ、そこから普遍的な秩序を抽出しようとする彼の姿勢はまさに画家というよりは哲学者に近い。花と果物はその探求の過程において描かれた一枚であり、そこには彼の迷いと確信、実験と熟考、そして静かなる情熱が内在している。画面から放たれる色彩と構成の緊張は、見る者に絵画とは何かという根源的な問いを投げかける。これは単なる生物画ではない。近代の精神が封じ込められた一つの知的かつ詩的な空間である。1880年という時代にあって、セザンヌはすでに20世紀絵画の道筋を予感していた。花と果物は、その静かながらも深遠な宣言である。ルノワールとセザンヌという異なる眼差しの共演によって、この作品が改めて光を浴びる根点は、絵画史における転換点を再認識する機会として、極めて意義深いものとなるだろう。